たかが、塗装なんかで本当に車内涼しくなるのか？宇宙に熱を逃がすって何さ。こんにちは。今回は日産の公式から発表があった自動車用自己放射塗装について見ていきたいと思います。それでは行きます。Now loading。日産の開発した自己放射冷却塗装は、自動車の車体に塗布することによって、塗装表面の温度上昇を抑制してくれるようです。ボンネット表面の温度を比較してみると、自己放射冷却塗装を塗布した方が、10度ほど塗装表面の温度を下げることができるようです。左側が自己放射冷却塗装でボンネット表面は 33.2 度になっていて、一方で、右側の通常塗装の場合は 44.0 度にまでなっています。塗装表面に温度の差異があることは分かりましたが、では、実際に、体感温度としてはどの程度の差があるのでしょうか？上記の実験は、建屋屋上での測定で、先ほど同様に放射冷却塗装車と通常塗装車を準備して、ルーフパネルと運転席頭部含め計40点での温度測定を実施したようです。ルーフパネルにおける温度の差異は12度となっていて、先ほどボンネットの温度測定をした時の温度差10度と同等ですね。一方で、運転席頭部の温度差を見てみると、5度温度差が生じるようですね。気温35度と40度では明らかに温度差があると感じれるので、5度も車内を涼しくできれば、乗り込んだ際に涼しいと感じれると思いますね。ちなみに、こちらの書籍に、体感温度に関する記述があり、被験者280名を対象に、暑いのか寒いのか10段階で評価してもらい、その時の頭部皮膚温を測定した結果がまとめられていました。どうやら、頭部皮膚が35度を超えてくると、無感と感じていた多くの人が暖かいと感じ始めたようです。35度を超えると、氷点も大きくなり、より暑いと感じる人が増えたそう。では、ここから、自己放射冷却塗装の仕組みについて探ってみます。この自己放射冷却塗装では、ある特徴を持つ2つの粒子を活用することによって熱放射をしているようです。その5つ目の粒子は、太陽光に含まれる近赤外線の電磁波を反射する働きがあります。もう一つの粒子は、樹脂の温度が上昇した際にその熱を電磁波に変えて、外に放出する機能があります。この電磁波は大気に吸収されないため、宇宙にまで放出されるということです。この技術は、外壁塗装用の遮熱塗装に活用されているようでしたので、調べてみたところ、天井に塗装して、太陽熱を反射させている事例は見つかりました。クールルーフコーティングと呼ばれ、屋根用の塗装で太陽光を反射し、建物内部の温度を低く保つことができるので、エアコンの使用を減らすことができます。しかし、見ていただいてもわかる通り、ローラーで塗布することになるので、膜圧が厚く、加えて、クリアトップコートの使用も想定されていないため、自動車塗装に適していないようです。自動車の塗装に適していないということに関して、実際の自動車の製造工程を見ながら、もう少し説明してみます。自動車の製造工程は大きく5つに分けることができます。今回は自動車の車体本体を塗装することになるので工程3つ目の塗装工程の詳細を見ていきます。まず、この工程の初めに、電着塗装工程があり、車体をドブ付けし、電気を流すことで、塗装粒子を吸着させ、錆びないようにコーティングします。その後で、エアースプレーで指定されたボディカラーになるように塗装していくことになります。実際の工程に自己放射冷却塗装を組み込もうとすると、エアスプレーで噴射可能な塗装材にする必要があるということです。また先ほどもお話ししましたが、最後にクリア塗装もしないといけなくなるので、自己放射冷却塗装とクリア塗装との親和性も課題だったようです。また、塗装の欠けや剥がれ、傷、塩害などの化学反応に対する耐性、色の一貫性、修復性にも、現時点で問題がないことを確認済みのようなので、おそらく、品質面や製造面の課題はほとんど解決できていることが伺えますね。ただ、やはり気になるのは、コスト面ですよね。おそらく実際に、市販化されるとなると、特別塗装色としての発売になると思いますが、塗装だけでも高いもので、30万円以上するものもあります。例えばですが、GTR を参考にすると、湾岸ブルーと呼ばれる特別塗装色で33万円になります。これに加えて、ドアパンチなどで補修する必要が出た場合、修理費用が想像できないほど高くなることも考えられます。汎用材になって低価格になってほしいです。そういえば、この塗料は、現在空港でも実証実験という名目で活用されているようです。ANA エアポートサービスが空港で使用している NV100 クリッパーバンパに自己放射冷却塗装を用いているようです。
商用車での使用が増えて価格が安くなっていくといいですね。そういえば、この開発は、ANA だけでなく、ラディクールも関わっているようです。ラディクールの自動車用アクセサリーはすでに市販化されていて、サンシェードはすでに販売されていますね。このサンシェードを用いると、一般的なサンシェードよりも10度も室内温度が低下するようなので、先ほどの自己放射冷却塗装と同等の効果が得られると思います。ただ、サンシェード自体が正直いまいちだと感じました。まず、このサンシェード外付けタイプになっていて、上記のタイプ C の場合は、吸盤とサイドミラーに紐で固定するようです。盗難されるリスクが非常に高いと思います。このサンシェードの価格は1万円程度なので、転売対象になるかもしれませんね。また、外付けタイプなので、駐車中にドライブレコーダーが使えなくなってしまうというのも問題だと思いました。また、仮にドアに挟み込んで、縁を固定できたとしても、雨が降ると、サンシェードに水が染みて、車内に水が垂れてしまうため、車内に組み込めるようにしてほしいなぁ。加えて、デザインもカラーバリエーションが1種類しかなく、せめて縁の青色を変更できたら嬉しいですね。全体的に白なのは、おそらくですが、自己放射冷却の効率が良いからだと思われます。個人見解ですが、少なくとも、このサンシェードがもっと人気が出てこないと、仮に特別塗装色として自己放射冷却塗装が出てきたとしても、この自己放射冷却の良さが実感できず、積極的に購入したいと感じる人はあまり多くない気がします。もう少しデザインがかっこよかったら、購入するかもしれないですが、そのうち Amazon で社外品として発売されるかもしれませんね。ちなみにですが、自己放射冷却塗装は、現時点では、量産車への展開は考えてないようです。その理由は、光の反射のしやすい白色のみの展開になることと塗膜が厚いことが挙げられます。なので、救急車や商用車、送迎バスなど、塗膜が多少厚くても良い車両から採用していくことを検討しているようです。なので直近は、ラディクールの社外品に期待しましょう。ここまで、自己放射冷却塗装について、話をしてきましたが、そもそもどうして、車体温度が上昇すると室内が熱くなるのでしょうか？熱の移動形態は、対流熱伝達、熱伝導、熱輻射の3つで整理できます。床に接している部分で床暖房の暖かさを感じるのは熱伝導。エアコンの暖房で吹き出す風を暖かく感じるのは対流熱伝達。目の前のストーブを暖かく感じるのは輻射によって熱が伝わるためです。輻射は、電磁波を介した熱の伝わり方で、媒介する物質がなくても熱が伝わります。なので、宇宙などの真空中でも熱が伝わります。これを車両に置き換えると、このようになります。太陽によって車体が温められると、車体から電磁波が放出されて、熱輻射によって、室内が温められます。車を駐車したまま、車を離れ、無風環境下とみなすと、この熱輻射によって、車内が温められるわけです。この熱輻射には、輻射率と呼ばれるパラメーターがあり、一般的には、黒い色の物体などでは高い値、白い色の物体やよく磨かれた金属面などでは低い値となります。輻射率が低いほど熱を放出しやすくなるので、ボディカラーが白いとより熱を放出し、涼しくなるわけです。ちなみに、天井にガラスルーフが装着されている車もありますが、ガラスルーフの場合はどうなるでしょうか？一般的なガラスの熱輻射率は 0.9 を超えます。熱輻射率の最大値は1なので、1に近いほど、より熱を放出しにくくなります。しかし、自動車のガラスルーフには、IR カット加工をしたガラスが採用されることが多く、この加工によって、熱輻射率が 0.1 から 0.3 ほどにまで低下します。なので、ガラスルーフだからといって、室内が熱くなりやすいというわけではなさそうですね。参考までに、こちらは、ガラスルーフ付きのテスラモデル3の IR カット率がまとめられていますが、ガラスルーフ部は、IR カット率 100% のようですね。これが実際のテスラモデル3ですが、ガラスルーフは明らかに、他のガラス部位に比べて、色が変わっていますよね。これは、ガラスの表面に特殊な金属酸化物や銀などでコーティングすることで、赤外線を反射させているため、色味が変わっています。実際、夏場にモデル Y を試乗したことがありますが、その時、撮影した画像がこちらです。全く熱くなく、すごく不思議な体験でしたね。ガラス部も非常に大きくて大満足でした。こちらは、日産アリアのガラスルーフですが、サンシェードがついているため、テスラに比べると、ガラスルーフの色は少し青みがかっている程度ですね。なので、夏場だけを考えるのであれば、
ガラスルーフでも特に大きな問題はなさそう。話を自己放射冷却塗装に戻すと、夏場の話をメインに取り上げましたが、では、冬場はどうなるのか。記事によると、自己放射冷却塗装にしても、冬場の室内温度は通常塗装と比較して、大して変わらないようです。熱輻射で考えると、外からの熱を跳ね返しているだけなので、室内の熱を放出しやすくなるということにはならないみたいです。いかがでしたでしょうか？自己放射冷却塗装だと、サンシェードと異なり、走行中も熱反射の恩恵が得られるので、ぜひいずれ量産化してほしいですね。それではまた。